こんにちは。東京九段工作ラボにようこそ。今日も楽しく 3D プリントをしていますか？そろそろ次のステップとして自分のオリジナルデザインを作ってみたい、頭の中にあるアイデアを形にしたいって思い始めてませんか？でもいざ 3D モデリングを始めようと思って検索してみると、ソフトの種類が多すぎてわけがわからない。専門用語ばかりでどれが自分に合っているのか見当もつかない。そんな風に途方に暮れてしまった経験ありませんか？その気持ちすごくよくわかります。今日はそんな迷える初心者の皆さんのために、あなたにぴったりの 3D モデリングソフトを見つけるためのアドバイスをご紹介していきます。もう 3D プリンターの操作はバッチリ。でもネットでダウンロードしたデータを出力するだけじゃなんだか物足りなくなってきていますよね。そう、次のステップはやっぱり自分の頭の中にあるアイデアを形にすること、つまりデザインですよね。デザイン、これこそが皆さんが持っている 3D プリンターの本当の力を引き出す次なる挑戦の舞台なんです。例えば家のちょっとしたものが壊れた時に、その部品を自分で作って直せたり、自分の部屋のこの隙間にぴったりはまる収納をデザインしたり、デザインスキルって日常の困ったを解決するめちゃくちゃ強力な武器になるんですよ。実は 3D モデリングソフトや CAD ソフトって世の中に本当にたくさんあるんですが、今日は私が実際に触ってきた経験をもとに特におすすめできそうな5つのソフトに絞ってお話しさせてください。ソフトの機能比較を始める前に、たった一つだけ自分自身に問いかけてほしい質問があります。それは、自分は一体どんなものを作りたいのかっていうことです。実は 3D モデリングの世界は大きく2つのタイプに分かれるんです。1つ目は機能的なデザイン。役に立つ道具や部品を作りたい場合です。2つ目は芸術的なデザイン。キャラクターやフィギュアなどを作りたい場合ですね。このどちらを選ぶかで進むべき道、つまり選ぶべきソフトが変わってきます。それではタイプ別におすすめソフトを紹介していきます。今回はデスクトップ派かタブレット派かでも選べるようにしました。まず収納グッズや壊れた部品の補修、工具スタンド、機能的なデザインを作りたい人へ。例えばですね、机の上でごちゃつくケーブルをバチッとまとめるクリップ、自分のスマホにシンデレラフィットする専用スタンド、あるいは壊れてしまった扇風機のつまみの代わりなどですね。こういうあと1ミリ薄くしたい。この穴の直径は正確に5ミリじゃないと入らないといった寸法が命の実用的なものを作りたいなら、正確に設計できる CAD 系のソフトが絶対におすすめです。一つ目はフュージョン。パソコンで使えて個人利用なら無料枠もあります。これは業界標準の超高機能ソフトで、設計や部品作成ならこれ一択と言ってもいいレベルです。後から寸法を修正するのが得意なので、試行錯誤が必要な部品作りに最適です。ちなみに iPad 用のアプリもあるんですが、現状はファイルを見たりコメントしたりするビューアー機能がメインで、本格的な設計はパソコンが必要です。なので、パソコンでじっくり腰を据えて設計したい人や、将来的に仕事にしたい人におすすめです。例えば、このスマホスタンドとかはフュージョンで作っています。こういうはめ込みがちゃんと精度よく作ることができたりするんですね。で、あと、この裏のところを見ると、これ滑り止めですね。これは TPU で印刷していて、で、この溝にうまくはめ込むように作ってあります。二つ目は Shaper 3D。iPad で使えて無料版もあります。iPad と Apple Pencil で使える本格 CAD アプリです。
驚くほど直感的で、ソファーでくつろぎながら設計図が引けます。iPad で気軽に、でも本格的な図面やパーツを作りたい人にぴったりです。シェイパー 3D はパソコンでも使えます。だけど、手軽にiPad とペンシルで使えるっていうのもすごい気楽でいいですよね。このチャンネルでは 3D プリンターのわかりやすい解説や生成 AI による 3D モデリング、そして 3D プリントをもっと楽しむアイデアを発信しています。ぜひチャンネル登録をして一緒にものづくりを楽しみましょう。さて、お次3つ目からの紹介ですが、フィギュアやキャラクター、ミニチュア、コスプレ小道具など芸術的なデザインを作りたい人へ、見た目の美しさや有機的な形を作りたいなら、スカルプト系の機能が強いソフトがおすすめです。3つ目はブレンダー。大人気ですよね。パソコン用でなんと完全無料です。無料なのにプロ級のことができるモンスターソフトです。モデリング、アニメーション、映像制作まで何でもできます。機能が多すぎて最初は圧倒されるかもしれませんが、YouTube などの教材がたくさんあるので、独学しやすいのが特徴です。そしてここで一つすごいニュースがあります。今年2025年7月にブレンダーの開発チームが正式に iPad 版の開発を発表しました。これが実現すれば、高機能なブレンダーが iPad でも無料に使えるようになるかもしれません。初心者にとっても将来的に大きな選択肢になりそうですね。現状はパソコンで完全無料で最高峰の機能を使いたい人におすすめです。4つ目はノマドスカルプト。iPad のアプリで有料ですが約2000円ぐらいですね。これはですね、私の救世主だったソフトです。iPad で粘土細工のように直感的にモデリングできます。機能はシンプルですが、スカルプトの楽しさはピカイチです。iPad を使って絵を描くような感覚でキャラクターを作りたい人におすすめです。有料ですが、その価値は絶対にあります。ここで少し私自身の話をさせてください。私はもともと漫画を描いていて、自分が描いたキャラクターを立体にしたいと思って 3D を始めました。最初は定番だからという理由でフュージョンを勉強し始めたんです。でも正直言うとすごく苦労しました。フュージョンは設計には最高なんですが、私が作りたい柔らかいキャラクターの曲線を作るのには、当時の私の技術っていうか、私にはちょっとできなかったっていうか難しすぎたんです。でも一方でうちの社長はフュージョンが大好き。社長は便利なジグや機能的なパーツを作るのが好きなので、寸法がきっちり決まるフュージョンが最高に合うんですね。で、逆に私はその後 iPad のノマドスカルプトというアプリに出会って救われました。粘土をこねるように直感的に作れるので、これだと思って感動したのを覚えてます。これら結構ノマドスカルプトで作ってます。で、このように作りたいものとソフトの得意分野が合ってるかどうかが挫折しないための最大のポイントなんです。最後に、とにかく簡単に始めたい初心者の方へ。5つ目は Tinkercad です。ブラウザで動くのでインストールは不要。しかも完全無料です。積み木のように基本図形を組み合わせて形を作ります。難しいのは嫌だなとか、お子様と一緒にやりたいという方にもおすすめです。まずはここで 3D の形を作る楽しさを知るのが一番の近道かもしれません。これ iPad アプリもありました。ちょっとインストールして使ってみました。こういうのも気軽にできていいですよね。最後に迷わないための選び方をステップにまとめました。ステップ1、目的を決める。機能的な部品を作りたいか、芸術的なキャラを作りたいか。ステップ2、環境を決めましょう。パソコンでやるか、iPad とかタブレットで手軽にやるか。ステップ3、まずは触ってみる。とりあえず無料で試したいなら、Tinkercad や Fusion やブレンダーなど、シェイパー 3D も機能制限ですが無料で使えます。
で iPad でキャラ作りならランチ数回分を我慢してノマドスカルプトに投資するのも大正解かなと思ってます。で、最高のソフトなんて存在しません。あなたの目的に合ったソフトがあるだけです。ぜひ自分にぴったりの相棒を見つけて頭の中のアイデアを形にする楽しさを味わってください。あなたが最初に作り出すのは何ですか？もしよかったらコメントで教えてくださいね。この動画が良かったらチャンネル登録、いいねをよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。編集後期です。今日は鼻声ですいません。海外出張から帰ってきたと見事に風邪をひきまして、ちょっと咳が止まらなくて撮影ができなくって、ようやく咳が止まったので鼻声ですが撮影をしてます。今日はちょっとだけ私が 3D プリントの沼にはまったきっかけをお話しさせてください。私は先ほど言ったようにもともと紙に漫画を描いてたんですね。である日ふと自分が描いてる漫画のこのキャラクターが目の前に実際に現れたらどんなに素敵だろうって思ったのが全ての始まりでした。3D やりたいなーって思っても本当に何も分かんなくって見よう見まねで、フュージョン触ってみたものの正直キャラクターのこの柔らかい顔を作ろうとしてもどうしてもこんなロボットみたいにカッカチしちゃって、私には 3D は全然向いてないわって何度も諦めかけました。でも諦めきれずにいろいろなソフトを触り続けてようやくノマドスカルプトに出会った時、これだわっていう感覚になれたんです。あの時の感動は今でも忘れられません。でその時にですね、さらにバンブーラボのマルチカラープリンターに出会ったんですね。それが本当に私の世界を変えてくれました。もうノマドスカルプトでモデリングしてバンブーでマルチカラーで出すっていう、この紙の上だけじゃなく私が思い描いた通りの色と形を持ったキャラクターがバンブーラボの 3D プリンターから生まれてくるっていう、初めてそのキャラクターを手に取った時のうわーっていう震えるような喜び、あれを味わっちゃうともうこの沼からは抜け出せませんよね。なのでもし今ソフト選びで悩んでる方がいても焦らなくても大丈夫です。私も最初はもうどれにすればいいかっていうので失敗だらけでした。でも諦めずに探せば必ずあなたの手に馴染むツールが見つかると思ってます。そしてその先には自分の想像が現実になる最高に楽しい瞬間が待っていると信じてます。ぜひその瞬間を味わってほしいなと思います。一緒にこのものづくりの世界を楽しんでいきましょう。